どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。デッドスペースをリビングデッドスペースに変える片付けの魔術師スタヤです。どういうこと？リビングデッドスペースってことはもうなんかまだギリ死んでる。そういうこと？リビングデッドだもんね。ゾンビじゃん。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？ね、ちょっとさ、これ読んでほしい。酸味。あ、これ関係ない。あ、関係ない。クリスマス。おー、すごーい。これをさ、こうしたらさ。あ、それをもしかしてお酒とか飲むマス？でもさ、マスで酢は飲まないよ。じゃあクリスマスって言わねえだろ。ということで今回、こちらです。お名前。お名前。あなたにもお名前ありますよね。はい、そういうことです。はい、今回やっていく企画はこちら。赤ちゃんの名前ランキング2024のトップ10から勝手に名前を借りてキャラクターデザインしてみた。わー、これ二うさぎ楽だ。名前って皆さんあると思うんです、当然。うんうんうん。でその名前戸籍として登録されるデータとして毎年あるわけです。まあ僕はゲンだし、名前はそうね、夏目ゲペリコスニスングゴゴって名前だもんね、ゲンさんもね。それを略してゲン親しみを込めてゲンと呼んでくれてる。そうだ、夏目ゲペルニクスンゴゴゴがゲンさんの本名なんですけど。あ、そうなんだ。そう、略してゲン。あ、略してゲンだったんだ。頭文字そうなんだ。すげえな、すごい高貴じゃん。とにかく名前はあるわけ、誰も。はい。でお名前ランキングっていうものが存在するんですよ。名前が多かった名前、男の子はこれ、女の子はこれっていうランキングが毎年あって、毎年ある。結構見るの好き。そう。で僕ゲンって名前なんだけど、多分その年のランキングには入ってなかった。あ、ちょっとそれを見てみるか。あ、確かに。2024は今から出るから調べないけど、一応僕が生まれた年1991年なんですけど、はい、その年の男の子のランキングトップ10は、翔太、拓也、健太、翔、大輝、達也、大輔、翔平、亮、直樹。友達に多いね。あー、確かに同級生見た名前が多いわ。多いね、そう言われると。確かに。でゲンは入ってないですね。はい、でも会社の内定式で初めてゲンさんに会った時に、すげえ名前だなって思ったことあるもん。でも確かに変わってるしね、名字もね。あ、そう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 、でさやさんが生まれた1992年の女の子のお名前ランキングは、美咲、愛、あかね、まい、みほ、あや、まなみ、ちひろ、ももこ、まいが10位。確かに同級生にいた。そう、いる。この漢字の名前の人、今回は漢字も込みで、ランキングのトップ10を調べてもらったので、もうカードにここに書いてあります。それを引いていって、その名前から連想してキャラ設定とかね、キャラ設定とかキャラデザを書くっていう。はい、みんなの中でこの名前とイメージが違うとかもあるかもしれないから、みんなもやってみたら楽しいかもね。確かにね、まあ、それこそ自分の名前からね想像するでも楽しいし。いや、私、自分の名前から想定すると、結構お嬢様になる予定だったんだけどね。あ、でも確かにさやかって結構お嬢様で、なんかそんな感じするよね。なんかおほほってしてそうだよね。おほほ、お嬢様の解像度低ない？縦ロール。さやかお嬢様。さやかお嬢様いるじゃん。この羊がスッてほら、ここにスッてタオルかけてる。タオルか。あれタオルあるかな。あれ何なんだろうね。羊の解像度も低い。はい。てなわけでやっていくんですが、今回は案件でございます。ありがとうございます。まあでもね、案件といえどみんな安心してください。全然案件じゃないです。いや、そう、てか夏目さんちだったらもう結構定番というか、もうこれがないと生きていけない。今回は iPad 使って書いていくんです。iPad の案件ではありません。はい。じゃじゃーん。見てくれ。もうすでにポストしてあるし、ゲンさんがテンション上がってたし、そもそもルームツアーの動画で勝手に言ってたんで。いや、そうだよ。これまた現れました、夏目さんちカモネギ案件。いつも通りさ、書くじゃない、こうやって。大丈夫か、そのはい、この元気なゲンさんがいる。ね、この手使ってぐるぐるってるけど。いちいちもしかしてペンを置かなくてもできちゃうってこと？今私一回ペンこうやって置いてやっちゃったけど。あ、ゲンさんが消えていく。スワも iPad 対応した。おめでとう。マジで嬉しい。ありがとう。これはマジで嬉しい。ありがとう、ツアーボックス。はい。こうやって出したり、だらしないゲンさんが。もうとにかく、
念願のツアーボックスが iPad に対応したということで、クリスタだったり、こちら僕が使ってるプロクリエイトだったりが、ツアーボックスと一緒にできるよというわけですよ。僕多分ルームツアーの時に別の左手デバイス使ってますっていう、プロクリエイト使えるような左手デバイス使ってるよっていう話、ノイズだなこいつ、すごい顔気になるなこいつ。そう使ってるよって話し合ったんだけど、ついにツアーボックスができるようになったの。いやでもツアーボックスはね、ゲンさんにね、以前ねいただいて以来ね、私、マジでもう本当にこれないと書けないぐらいなんで。なっちゃったんでしょ。いやそう、もうなっちゃった。個人的にはいろんなこのコピーペーストとか変形とか色選ぶとかレイヤー選ぶがこうやっていちいちこういう風にしなくていいとか、そうそう、これカチカチってやるとこのブラシがこれですぐ選べる、わざわざ上まで行かなくていいやつだっていうのができたりとか。その設定の仕方ちょっと教えて。あってね、これすごいいいわ。便利でしょ。めっちゃ便利。ツアーボックスマジで夏目さんち激推ししてるんで、今更だと思うんですけどめちゃくちゃ便利なんね。ちなみにこれはもちろんこのままパソコンにもペアリングできるんで、プロクリエイトの場合ちょっとアプリが必要だけど、クリスタの場合もっとすごいです。パソコンの方とこっちの iPad 版のクリスタを同じ設定のツアーボックス使いますとかができるんで、特にさやいいんじゃない？さや今デジタルクリスタ使ってて、たまに iPad でも書けちゃう。そうだね。その移行がこれ1台でシームレスに使えるっていう。そう、しかも Bluetooth だからいちいちつなぎ直さなくてもよいと。そうなんです。デバイスもちゃんと登録できるから。うわっていうのができますよっていう。うわだからお値段以上ですよこれは。だから要は我々は今から iPad を使って、お名前ランキングのキャラクターを書くだけなんですけど、みんなはここの端に映ってるツアーボックスを眺めながら今回の動画を見てくれればそれでいいというわけです。それではやっていきたいと思います。マネームザボ。さあということで早速やっていきたいんですが、みんなここにもうセットしました。iPad とツアーボックスご覧ください。所狭しって感じすごいな。ね、なんかほら、しかもクリアボディ。そうかっこいいね、クリアボディね。そう透けてる。ちょっと昔さ、子供の頃初めて買ったゲームボーイがさクリアボディだったの。私は違かったけど。違ったの？何に分かったの？適当なこと言いやがって。わかる。そうだからなんかちょっとクリアボディ見ると少年心がくすぐられるんですけど。わかる。でもね、これねパッと見軽そうに見えるんだけど、結構ちゃんとずしっとしてるから安定感すごい。そうずれたりとかしない重さがあって、そう裏にあとしかもグリップもついてるんでちゃんとゴムの、だからすごくない？だって iPad とツアーボックスっていうこの黄金セットが出来上がったら、マジでどこでもいけんのよ。旅行中も同じ環境で仕事ができる。すごいよね。だってさ、もうこんだけでいいんだよ。だってこれを今日使いながら赤ちゃんの名前のキャラデザをしていくんですけども、ここに男の子の名前と女の子の名前を書いてもらってる。でこれ今一応トップ5のお名前が、そう男の子と女の子のお名前が入ってる。どんな名前が入ってんだろうね。でもちょっと想像つくよ。でも一文字名前が流行ってるっていう話は聞いたから、私は男の子引きたい。男の子でレン狙っていきます。いやいますよ。レン君はいそう。レン君いそうじゃない？それで言うと女の子は葵ちゃんいそう。葵ちゃん、そう、葵って字すごい人気だよね。人気だよね。はい、じゃあ引きます。じゃあ引きますか。僕これこれいくわ。これドゥン。さあ葵ちゃんとレン君は引けるんでしょうか。じゃあ女の子。せーのドン。スイちゃん。かわいい。みなとくん。みなとくんも確かに多いかも。多いそう。聞いたことあるな。一文字名前。どっちも一文字。ね、やっぱ一文字名前流行ってるんだよ。流行ってんだ。でも令和を象徴するのかもしれないよね。確かにね。僕も一文字ですけどね。ゲンで。違うでしょ、ゲンさんは。ゲペルニコス。ごめん忘れてたわ。何文字？ゲペルニコス555。10文字名前じゃない？ピカソよりすごい。はい、じゃあスイちゃんとみなとくんいきます。はい、一応30分。ご覧ください。ほら、いきますよ。設定した？設定？いつも自分が使ってるなんか何でもセットにしてる。あ、そうなんだ。それはもうパソコンのやつをそのまま今来てる。そうもう手が覚えてるからさ。手がそうか。そう私じゃないの。手が覚えてる。そうだよ。だからパソコンから iPad に今さやはそのまま設定を持ってきてるから。そう。いいじゃん。だからこれ以上アップデートできてない。さやがね。そう、私が。でもそういう人にもいいってことだね。一回覚えたやつをそのまま覚え直さずに済むという。そう。いい案件じゃないですか。いい案件じゃないですか。私でもこれさ iPad 版クリスタって実は初めて使うんだけど、iPad 版のクリスタさすごい汚なき意見言っていい？ちっちゃって思う。プロクリエイトって結構 iPad に最適化されてるアプリだから、だって4つしかないもんね。そう、例えばこの1個このレイヤーにアクセスするとかブラシにアクセスするとか、この動作をショートカットできるっていう、この5タップが多い動作をこっちに割り振れるっていうのがめっちゃいい。戻るとか進むとか、あと例えばさ、この
選択ツールこれ使うじゃん。コピーしたい時って、うんうん、3本指スワイプとかでこうやってやるじゃん。あ、やるね。っていうのもいいんだけど、それを今これで割り振れてるっていうのがでかい。すごいツアボの案件みたいじゃん。そうこれが嬉しいんですよ。そうでもね、多分ね、お絵描きしたことない方とかあんまりしない方だと、いやこの距離だったら、ここまで行けばよくないって多分思うと思うんだけど、だけどね、意外とこの作業中の煩わしさってあるよね。いやすごい、徒歩10分のコンビニぐらい煩わしかったりするのよ。そういうね距離感なの、ここね。そう思わない？まあでも確かにでしょ、車使うかみたいな車、まあ、田舎民にとってのコンビニ行くまでは車の役割も果たすし、っていうね。いやそう、何返したか忘れちゃったよ。ね、待って、これレイヤーさ、これボタンにさ、割り振ったらさ、貸し切りなんじゃないの？割り振ってないんだ。割り振ってないよ。こんなものがございまして、ツアーボックスの、これコンソールですね。プリセットを設定するところで、そうですね。これさやさんが今やってるのが一覧で出てるわ。さやさんは何したいって言ったっけ今？レイヤーを増やしたい。レイヤーを増やしたい。レイヤーどこで増やす？なんか空いてるとこない？これなんかね、設定する時の割とポイントなんだけど、要は誤作動をしたくなくて、便利にしたくてこれを設定するわけじゃん。あ、そう。レイヤーを増やすって多用はするけど頻度は高くないじゃん。戻るとかに比べると。だから意識して押す場所に入れると個人的には向いてる。できればなんかこんなちっちゃいところに置きたい。例えば確かにこう持つから、この辺って直感的にやるじゃん。この辺って。そう。ちょっと触らないで。ごめんね。触ったらここがこう、でもこうやって触るとほら、今これ何が設定されてるかが出てる。で押してでここをタッチするともうそれで設定されるから。確かにここはなんか意識して押す場所じゃん。そう。あ、ほら設定されてません。これだね、設定されてるのいいじゃん。空いてるとこ見つけて押しやすそうだったら、もうここに。これや。これだ。完璧じゃんこれで。これで本当に増える？何疑ってんの？どうかな。さあレイヤーが増えるんでしょうか？増えた。ワールドチェンジ。わー。皆さんこれあれですよ、田舎のコンビニ、敷地広すぎてお店までたどり着かない問題、敷地に入った瞬間に急にローラースケート手に入れたみたいな感じですよ。全然例えば分からない。でもさ、やっぱさ、思ったんだけど、人気の名前ってことはさ、主人公パーティーじゃねって結構思っちゃうんだよね。いやー、名前は願いが込められてる。そう。いや待ってくれ、この男はモッズコート着てなきゃダメかも。これからの季節寒いからね。投稿もちゃんとみんな着込んでくんだよ。血出したらダメよ。お母さん誰？待って、楽。めっちゃ楽しい。来たもしかして iPad の時代来たっていう。もうさやにツアボ進めてマジでよかったと思ってる。ツアボに感謝して。ほんと。しかもなんかこうツアボがあるおかげで、苦手意識がなくなってる。素晴らしいじゃんそれは。そうだから普段使ってるアイテムと新しいソフトで、なんかこう合わせ技が安心感もありつつ新しいものをいじれてる感じがあって、いいね。そうめちゃいい。ありがとうねピピちゃん。ということで1回戦目はこちら、スイちゃんとみなとくんです。せーのドン。はい。おー、かわいい。これおかけんの子だから。おかけんの子だ。おかけんの子なの。もうストーリー始まってる。だっておかけんにないと困るだろ、こういう子。確かに。一人欲しいだろ。春うららスイ。春うららスイ。かわいい。VTuber みたいな。確かに VTuber みたいな。春日浦もちみたいな。春うららスイちゃんです。かわいい。そう、この子はおかけんの1回目には出てこない子です。最初は来てない部員。後から来る子。本当はもう一人いるんだけど。そう、もういるんだけどって今学期はまだ来てないんだって言って一回存在ぼかされてるやつ。でももう6月だけどとかって言って。そうでもこの子やっと来たんだと思って話しかけるじゃん。みんなが気づいてないだけで私ずっといたけどねって言ってとか言ってくるタイプ。スイちゃん可愛いでしょ。可愛い。これ髪の毛カチューシャつけてる？カチューシャつけてる。可愛い。サイドモニャモニャモニャっていう三つ編みモニャモニャからのボニャンっていう。この子はストーリーの中の。ストーリーの中の絶対に主人公パーティーのトリック。トリックスター側。
要所要所で出てくる感じね。良いですね。いいでしょう。で、みなとくんです。みなとくんって顔してるわ。みなとくんって顔してるけど、このうさぎを抱えてることにさ、なんかみなとくん喋らなそう。喋らないよ。うさぎを介して喋りそう。うさぎを違う、これはだから幼馴染のプロゲーマーの生き量が宿ってるうさぎだから。幼馴染のプロゲーマーがぬいぐるみに宿って、このみなとくんは幼馴染のことが子供の頃からずっと好きで、でこの子がこの学校でしか行きたくないって言うから、じゃあ俺が学校連れてってあげるよっつって、そうこの格好でこのぬいぐるみをこうやって抱えていつも学校に行ってるっていう、だからめちゃくちゃかっこいいけど、なんか近寄りがたいイケメン。近寄りがたいよこれ。こんななんかずっと学校でこれ持ち歩いてるやついたらさすがに近寄れんわ。ちょっと今回のどこかで幼馴染の子と、あと理解ある親友枠も書きたい。ああ、なるほどね。俺はいいと思うぜそういうのっていう。そういうやつね。でもなんかさ、ストレートにこういい名前がもう来るといいですね。いやね。はい。2回戦目もやってみますか。はい、じゃあよろしくお願いします。さあということで2回戦目でございます。2回戦目。2回戦目どうしますか？男の子、女の子だったのでチェンジしますか？そう、次はガール。じゃあいきますか。はい。何が入ってるかな？いきます。せーの、ドン。逆じゃね？逆じゃね？男の子じゃね？男の子じゃね？じゃあこういうことか。応対するか。はい。つむぎちゃん。かわいい。一文字だ。一文字じゃん。青くん。青くん。主人公やろ。それは主人公。青くん。ねえ。完璧の璧。同じこと言っちゃって。同じ開ける辞書しちゃうけど全部中二病の辞書開いちゃって。同じ辞書言うて完璧。完璧の璧って。かっけー。じゃあ青くん。じゃあ行きますか。じゃあつむぎちゃんで。次を30分でいきましょう。はい。よーいスタート。いやこれなんか嬉しいな。なんかさ、新しくさ iPad でこのデバイスをこう使い込んでいくっていう喜びがある。あ、わかる。なんかね、自分好みにカスタマイズしていくっていうこのさ、流れというか、まだ僕ね自分でもこう PR させていただいといてなんだけど、まだ自分にとっての最適化がなされてない感じがあるから、そこをちゃんともっと探っていきたいなっていう気持ちがある。やば、すごい好きな話になっちゃいそう。これで理解ある陽キャがいてくれたら。理解ある陽キャ貸そうか。理解ある書いてくれんの？理解ある陽キャだよ多分こいつ。嘘、そいつが？結構その毛あるかも。確かに理解ある陽キャの名前っぽい。全世界の青くんすみません、理解ある陽キャとかっつって。理解ある陽キャというレッテルをさやが貼りましたが、これはたださやさんの今の書いている妄想のイメージなので、実在の青くんとは一切関係ありません。なんだ実在の青くん。実在の青くん。さあということで2回戦目は男子1位の青くん。1位が青なんだ。そうで1位ですよ。やばっ。でさ、5位つむぎちゃん。せーのドン。かっこよ。青です。うんじょうさとるじゃんこれ。なことないよ。ちょっとうんじょうさとる。全然違うよ。手が全然違うもん。ふざけんの。こんな格好してないだろ。確かに手は違うけどね。なんでだよ。やめろ。人聞きの悪い。これが葉柱青くんで。あ、かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいい。でもなんかオカルト側じゃない？そうだ、ね、あなたなんか僕も同じ世界観にしようかなと思って、ちょっとさっきの子ね、春うららすいちゃん、おかけにいるでしょ、でこの葉柱青くんは、転校生です。謎の？絶対転校生でしょこいつ。でも確かに絶対転校生で 100% 転校生。青くんもすごいニコニコ系だ普段。あ、そうなの。ごめん、普段ニコニコ系だから。あ、そうなの？だからこれ結構海岸済み。あ、海岸。こいつは常にニコニコしてるだけで。でも関西弁しゃべんない。よかった。やるんじゃなくて、いいんじゃない？でもない。そんなこともない。よかった。ただこれやっぱり霊力みたいな話が出てくる。オカルトの話やから。オカケンを中心とした町の会を解決していく物語にしていきたいな。あ、いいね。今思った。町の会を存在感がないさ、スイちゃんとこんななんかめちゃめちゃもうバキバキのね存在感ありありの青くん。いいコンビじゃない？で主人公とヒロインは多分別にいる。で青くんとスイちゃんは仲良くなりそう。あと眉毛はない。眉毛、あ、それまつげか。そう、はい。青くんいいですね、かっこいい。ちょっと髪の毛がこう銀髪というか青髪。アニメになったら青系みたいな。さあそんな感じです。はい、そんな感じで、はい、つむぎちゃん。つむぎちゃんかわいい。おんまゆじゃん。そうよ、おんまゆちゃんだよ。しかもこれでプロゲーマーなんだ。そうだよ。そこはいい。世界3位だよ。すごくない？ FPS で。すごすぎじゃん。リボンの位置どうなってんのこの子。リボンね、あ、これ違うか。これあれだ。
髪の毛を結んでるリボン。あ、そう髪の毛結んでて、でなんか、ね、リボンの先っちょから髪の毛もう出てない、リボンでくくってるみたいな、ここみたいな感じの髪の毛なんですけど、かわいい。すごいいい感じの高校に合格しましたっつって、明日からその名門女子校に行きますってなったんだけど、大好きなゲームの大会があって、それに夢中になって、それで入学式を逃し、なんだ4月も逃し、気まずくなって、気まずくなって行けなくなっちゃって、したら幼馴染の湊くんが、じゃあこいつはつむぎちゃんのことは、湊くんつむって言うんだよ。つむね。そう、間違いないで。ごめんね。でつむの代わりに俺が一緒に学校連れてってあげるよって、イケメンじゃん。そう、おばあちゃんが霊媒師だから急に設定がばくなるんだよ、そこで。おばあちゃん霊媒師だからってできんやろ、それは。でつむぎちゃんの魂を移して、湊くんが学校に連れてってくれるって言って行ったんだけど、湊くんが通ってんのは別の、この子が通ってる女子校とライバル校の男子校だという話がいいです。なるほど。これ同じ町じゃない？大丈夫？同じ町感だ。霊媒師いるし、こっちなんかオカルト研究会でさ、存在感のない女の子でさ、なんかよくわかんない霊力使ってる男がいるわけでしょ。同じ町じゃないこれ。後に合流しないこの子たち。でしかもこの子の能力、その幼馴染との連携プレイの技が絶対あるんだよ。あるね。ゲームのコントローラーと自分の生き量が入ったぬいぐるみを操作できるのこの子絶対。でキャラコン最強なきゃいけない。だから最強のぬいぐるみが出来上がるんですよ。強い。やばいな、チームに入れられてしまった。チーム勧誘するよちょっと。おかげに入れられてしまった。湊くんはつむぎちゃんのことが大好きだから、だから多分つむぎちゃんが入りますって言ったら多分湊くんもついてくる。俺も入るっつって。いいな。いやさ、つむぎちゃんこんなイメージ。なんかやっぱちょっとおっとりしてるイメージがなんとなくあったから。わかる。つむぎってちょっと。穏やかなねイメージです。そうだね。はい。これいいよね。実際に生きている皆さんはやっぱりさ。実際に生きている皆さん。なかなか言うことのないセリフなんだけど。なんか名前のイメージがそのまま穏やかそうだよねっていうつむぎちゃんもあれば、これでかっこよかったら、なんかつむぎって名前なのにすごいシャッてしてたらさ、かっこいいとかなって。いや、そう名前とのやっぱギャップってありますよ。いや楽しいね、これは。熱いっすよこの辺。熱いっすよこの辺。盛り上がりすぎて熱くなっちゃって。盛り上がっちゃってる本当に。じゃあ最終戦いきますか。いきますか。さあということで最終戦です。はい。これ男の子カードと女の子カードを混ぜて、シャッフルしていこうかなっていう。やっぱ一文字かな。まだね2文字。確かに。いやね、私ね女の子1位はねあれだと思ってるんですよ。りんちゃんだと思ってるの私。わかる。りんちゃんの響き可愛いもん。可愛いな。男の子1位が僕結構レン君だと思ってたんだけどね。ああ、そっか1位青くん。青くんだったからね。やってみますかじゃあ最終戦。せーのドン。レン2位だったんだレン君。1位だし、この字でね凛とする。いやこれは可愛いよ。この字はねちょっと憧れる字だよね。この字可愛い。私が子供の頃に漫画を描いてて、主人公につけたい名前だったの。凛って。当たった凛とレンで。すごい引きじゃん。凛レンじゃん。何とは言わんけど。ねえ。何とは言わんけどね。鏡な感じするね。ね、ロードローラーな感じもするけど。じゃあいきますか。なるほどね。レン君ね。意味わかんない三角関係作ります。どういうこと？やっぱ少女漫画だから。さやの世界は少女漫画なんだね。そう、多分ゲンさんの世界が本編でこっちスピンオフだから。スピンオフなんだ。スピンオフでいいわもう。しかもいいんだ。やばい、なんか物語も前提でさキャラクター描くってだけってさちょっと久しぶりだから。なんか久々だね。楽しいね。いやすごい楽しい。いや来年またその夏目さん家に戻りたいんだよな。戻りたいっていうか別にずっとそのつもりなんだけどさ。変わっちゃったな夏目さん家。そういうわけじゃないんだよね。なんかさ夏目さん家が自分で言う。でもちょっと思ってるよ自分で。ありがたいことでもあるんだけど、いろんなイベントがあってなんかさ気づいたらそのイベントの動画ばっかになってるみたいな。まあそうそうお知らせチャンネルになってしまっている。後半特にね。いや来年はちょっといろいろとやっていきたいものです。来年で目標でも立てるか。立てるんだ。でもこの動画出てるのともう来年になっちゃうから。なってないね。なってない。なってたら2026年の抱負でも考えようかなと思って。遠すぎるな。成就させる気ないだろもはや。快適。すごい。扇風機見つけた人類と同じぐらい快適。うわ 3C。扇風機入ってないよ。イエーイ。なんもうダメだ。びっくりした。なんか暑いんだよこの部屋。今だいぶクーラー入ってる。いや暑いよまだ。嘘。さやがテンション上がっちゃってんじゃないのもしかして。興奮しちゃってる可能性が。興奮しちゃってる可能性ある全然。グエーって昭和の漫画以外で初めて聞いた。
はい、ということで3回戦目は、レン。そして女の子第1位、りんちゃんです。せーの、ダン。レンくんです。好き。なんかキャラ濃くない？なんかチャラチャラ持ってない？鍵です。鍵持ってる。葉山レンくん好きそう、私。教室の後ろの棚の上に座ってます。なんか1週間のさ、予定が書いてるところのそうになんかこの感じで座ってて、これなんだとかやってくれるんです。クソ生意気が緊張タイプじゃん。そうこいつはどこの鍵でも開けられるやつ。強あれじゃん、おかけのさ、いろんな。だからここの施設に入りたいっていうやつも、いつもチャラチャラチャラってしてる鍵でガシャンって開けられちゃう。なんで持ってるか分かんない。そう、なんで持ってるか分かんないみんなは。やば、強こいつ。強くない？しかもなんかちょっとさ、一人いたら便利じゃん。あそこ絶対開かないし絶対許可も取れない、どうしようみたいな。でおかけが困ってるところにこいつの噂をね聞きつけるわけ。やっぱ RPG で一番最初に欲しいやつじゃん。最初に会うともうゲーム壊れるやつ。ただどうやってこいつを怪獣したかっていうのはね、オムニバスってるんですよ、さっきの。もしかしてバスっちゃってる？さやの方。さやの方と？はい、これね、これプロゲーマーチームのパーカーなんですね。はい。ファンです。うわつむちゃんね、つむちゃんのファンですか？つむちゃんのファンなんですよ。なんとつむちゃんのファンだから、それに免じて開けてくれる。サインをもらって、ありがとうございますって言って、普段クールぶってんのに。じゃちょろちょろだったんだ。ちょろちょろだった。つむちゃんのサインで鍵開けてくれたっていうエピソードが50話ぐらいにある。つむちゃんのこと好きになってもいいよ。でもつむちゃんはあれでしょ、幼馴染がいる。みなとくん。じゃあこいつあれじゃん、破れるじゃん。破れるよ。そこに来るのが。そうなんだ。りんちゃんなんだ。そこに来るの。可愛いねこの子。りんちゃん175センチ女子。でかい。陸上部だ。いや、全然陸上部でもいいんだけど、ちょっとソフトボール系でもいいなと思って。ソフトボールでもいいし、そうでもなんかソフトテニス部でもいい。そう、スポーツやっててほしいの。あれですよ、もうスポーツやってる王子様女子ですよ。わかる。そう女の子にモテるタイプね。そうで、この子もまたドドスコ相撲取りさんのファンなんですよ。ドドスコ相撲取りさん。ドドスコ相撲取りさんって誰ですか？それつむぎちゃんのハンドルネームなんだけど、ドドさんって呼ばれてて。つむぎちゃんドドさんなんだ。こいつもドドファン。ドドスコ相撲取りさんの大ファンで、ずっとスポーツしかやってこなかったけど、初めてゲーム実況というものに触れてしまって、でも初めて恋しちゃうんですよ、ドドさんに。ドドさんファンとしてガチ恋。ドドさんってあれなのか、女の子か男なのか分かってないんだ。そう、年齢不詳だから、年齢不詳の性別不詳、声も変えてるから。ボイチェンしてんだ。ボイチェンしてる。学校バージョン。確かに見バレしちゃうもんね。そう、見バレしちゃうから。本当はつむちゃんが学校に行ってればほら先輩なの。確かにいいねこの街で、この三角関係です。ドドファンが揃ってきました。ドドファンがここに集結してしまった。ただドドファンはい。ということでやってきました。男子1位2位をじゃあ僕は青くん、レンくんで。すごい。ワンツースリーで。3はこれ女の子さんのサインのスイーツ。でさやさんは1位、女の子1位のりんちゃん、女の子5位のつむぎちゃん、で男の子5位のみなとくんですね。6人ってバランス良くないかね。主人公はいないんだ。いないんだよ。わかんない、これ群像劇だから主人公はいないのか。全員が主人公なの。素晴らしい、素敵。それぞれのこうしていくやつよ。こうなんてことすんの。じゃあちょっと空いてないやつ。私空いてないやつ見てみたいね。それは我々が出会えなかった子たち。ドン。めいちゃん。鈴原めいちゃん、よろしくお願いします。そうだった、めいちゃんね。字違うけどね。じゃあ次。じゃん。ひまりちゃんか。陽と葵が入ってひまりなんだ。わあ、かわいい。かわいい。そして3位、これなぎくんだ。なぎくん主人公じゃない？なぎくん主人公だよ。これだよ主人公は。ひまりちゃんヒロインのさ、なぎくん主人公。ここだよ。でハルト、ヨウが入ってる。ハルトはこいつの親友で、物語にそこまで絡んでこないけどちょいちょい出てくる。でも安心して見ていられるキャラ。そうわー面白かった。面白い。これが令和で人気の名前だということで、トップ5ということですね。楽しかった。めちゃめちゃ久々になんか物語がやっぱこの日本にたくさんいる素敵な名前からキャラを作ると主人公パーティーができるということが分かりました。2つの恋物語ができましたよ。素晴らしい。しかもちょっとオカルティックサスペンスが。オカルティックサスペンス。さあということで今回大活躍していただいた、なんかあまりにも馴染んでて大活躍だったのかって思うと思うんですけど、大活躍でしたよこれ。いや本当に。てかまずね、さやがクリスタで iPad で絵を描いてるのがやばい。結構これクリスタを別に悪く言うわけじゃないんだけど、やっぱどうしてもこの iPad っていう小さい画面に最適化がされきってまだないと思うの。だからこそ全ての煩わしい動作がこっちに入るっていう意味でクリスタとの iPad の相性が良さそうなんで、今回初めてすごく良いです。いろんなツールがさ横っちょにある
るやつをさこうやって移動するのってやっぱね作業が止まる感覚がねあるんだけど、移動してる感がこれがあるとなくなるのがいいですね。あと結構ね、ずらーって並んでるから全部必要なんだけど、全部常に必要かって言われるとあんまり使わないなっていう機能もあるから、めっちゃ使うだけをここに入れられるっていうのは、いやめちゃめちゃいいですよ、だから iPad で絵を描いてらっしゃる方には試してみていただければ、特にクリスタ使うのに慣れてる人とか今日やってみてめっちゃおすすめだなって思った、で今パソコンでツアボ使ってるよって人はこのツアボックスエリートプラスはもう同じ設定で Bluetooth が2つのデバイスで噛んでそのまま使えるんで、あっちでパソコンで使うちょっと別の部屋で書くから、iPad で書くけどこれだけ持ってきたいって持ってったらそのまま使えるけど、すごいことだ。まあ完全にツアーボックスの回し物したんですけどそもそもだって今回これいただいたじゃないですか、これ僕買ったんですよね、自腹で別に。なんかねもう一個あるんだよ。おかしいよなこれどういうこっちゃってそう多分ね私が使ってるこれとこと、なんか横にあったこの子が多分今回ツアボで今回いただいたやつなんですけど、なんだけどこれは僕が個人的に勝手に買ったやつですそれぐらい好きなデバイスなんです。本当に自信を持って僕たちが松田さんちおすすめできるので、ぜひお絵描きデジタルやってる方とは特にねもう大注目です。今回お絵描きでしか使ってないけど動画編集だったり、フォトショップで写真のレタッチとかだったり、そういうのも全部使えるんで、ぜひこれはもうクリエイター必須のアイテムです。いや本当にありがとうございました。ツアーボックスさんのおかげで素敵な物語も作れちゃったし、一つの街ができたね。でも私一つどうしても言いたいことがあった。みなとくんとつむぎちゃんはもう十数年会ってません。つむぎちゃんは絶対に家から出てこないから。そうなんだ、オンラインでしか。そうめっちゃ良くない？めっちゃいいね。それめっちゃ良くない？私だと思ってっつって2階の窓からポッて落としたのがこのぬいぐるみです。あ、そうなんだ。結構さ終盤の展開も見えたんだけど、外に出るのがやっぱさ怖いわけじゃん。つむぎちゃんも出てないからずっと最後の局面で全員がピンチになるタイミングとかできっと外に出てきますよ。何かしらの能力を引っ提げて、そこでつむぎちゃんがね、どこぞの漫画じゃないですけど勇気ある数秒を生み出したおかげで物語としていい結末に好転していくっていうシーンが今見えた。うわちょっと涙出てきた。意味わかんないけど存在してないの。いやいい漫画だったよね。やっぱねあのシーンは忘れられないよね。いいよ。すごい素晴らしかった。皆さんもぜひツアーボックスで物語やってからイラストを描いてみてください。みなとくんとつむぎちゃん描いてくれてもいいよ。りんちゃんでもいいよ。最近のさやさんマジですぐファンアート求めるのやめて本当。